わりの青い線の状況になっているわけであります。そこで、安倍総理にぜひお伺いしたいんですが、前もお伺いしましたが、はっきりご答弁いただけなかったような気もしますので、もう一回聞かせてください。竹中さんの時の青い線を下げた段階は、実は安倍総理が官房長官の時であり、その後この青い線をこの低い水準で維持したのは、前安倍政権の時であったんですが、その時はどういうご判断であったのかということを、今後、我々が建設的な議論をするために、ぜひ聞かせていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。お答えする前に、ちょっと先ほどの議論で、続き財政収支なんですが、ちょっとおかしいなと思ってみたんですが、これは皆さんの24年度、この 22.3 兆円になってますが、これは、年金のところを 2.6 兆円を除いてるんですね。これ本来足さなければいけないわけで、いや、しかし、あなたのグラフはこれ小さく書いてあるからね、で、ささっと早口で、おっしゃったのは私聞いてますから、そこと比べなければいけないんですよ。だから本来そこと比べなければいけませんし、当初予算と比べればですね、間違いなく私が言っていることは間違いないわけでありますし、当初予算と比べれば、皆さんの時に 11.8 兆円悪化したのは間違いない事実だということを、申し上げておきたいと、思います。その上で、申し上げますとですね、その上で、申し上げますと、私が官房長官の時に、当時、日銀の総裁、福井さんだったわけでありますが、あの時に、量的緩和をやめるという判断をされました。で、あの時、我々政府としてはですね、それまだ早いということをですね、再三再四申し上げたわけでございますが、ここは日本銀行の判断で、結果としてそうなったわけでございます。そして、その時の反省からですね、いわば政府と日本銀行との間において、しっかりと物価安定目標というものを、定めると。そしてその物価安定目標というのは、やはりこれは 2% が適当であろうと。いわば今までずっと続いてきたデフレマインドを払拭する上においてはですね、これは政府、日本銀行が本気だなと思われるようなですね、これは物価安定目標を定めるべきであると。こういう中から、1月にですね、政府とそして日本銀行との間においてですね、いわば、これは合意が結ばれたわけでございます。それが大きな変化をもたらしたのは、事実でありまして、つまり、私どもが先ほどご指摘されたようにですね、先ほど指摘されたように、後ろからヤジを飛ばされたとですね、いや、私は、どこまで行ったかわからなくなっちゃうんですよ。ですから、静かにしていただく。お静かに願います。どうぞ、総理。よろしいですか。よろしいですか。はい。つまり、先ほど申し上げましたように、官房長官の時にですね、日本銀行が、いわば、量的緩和を、これはやめるという判断をしたのは、事実で、ありまして、つまりあの時の、反省の上に立ってですね、今回我々は、日本銀行との間において、2% の物価安定目標を定め、そしてその後、黒田総裁が誕生して結果が出ているということになるわけでありまして、そして CPI についてもですね、生鮮食品、そしてさらにはエネルギーを除いてもプラスになった。つまりデフレ脱却までは言っていませんが、デフレとは言えない状況になりつつあるのは事実であろうと、このように考えているところでございます。大塚耕平君。プライマリーバランスのところは、別に小さく書いたわけではなくて、2.6 兆を差し引くと私どももマイナスだったとさっき私はっきり申し上げてますので、ここでね、まさしくフェアに議論させていただいているつもりなので、ぜひ総理におかれても、この平成21年度のマイナス 13.1 から差し引いての計算というのは必ずしも正確ではないということをご理解いただきたいのと、あえて私申し上げませんでしたけど、その後リーマンショックで9兆円の税収減というものもあったり、いろいろあった中で我々も努力をしてたということはご理解ください。こういう趣旨であります。それが前提でないとやはり建設的な議論ができませんので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしいですか。
はいつまり、先ほど申し上げましたように、官房長官の時にですね、日本銀行がいわば、量的緩和をこれはやめるという判断をしたのは、事実で、ありまして、つまりあの時の、反省の上に立ってですね、今回我々は、日本銀行との間において 2% の物価安定目標を定め、そしてその後、黒田総裁が誕生して結果が出ているということになるわけでありまして、そして CPI についてもですね、生鮮食品、そしてさらにはエネルギーを除いてもプラスになった。つまりデフレ脱却までは言っていませんが、デフレとは言えない状況なわけでありますが、あの時に量的緩和をやめるという判断をされました。で、あの時我々政府としてはですね、それまだ早いということをですね、再三再四申し上げたわけでございますが、ここは日本銀行の判断で結果としてそうなったわけでございます。そして、その時の反省からですね、いわば政府と日本銀行との間において、しっかりと物価安定目標というものを定めると。そしてその物価安定目標というのは、やはりこれは 2% が適当であろうと。いわば今までずっと続いてきたデフレマインドを払拭する上においてはですね、これは政府、日本銀行が本気だなと思われるようなですね、これは特別財政収支なんですが、ちょっとおかしいなと思ってみたんですが、これは皆さんの24年度、この 22.3 兆円になってますが、これは、年金のところを 2.6 兆円を除いてるんですね。これ本来足さなければいけないわけで、いや、しかし、あなたのグラフはこれ小さく書いてあるからね、で、ささっと早くして、おっしゃったのは私聞いてますから、そこと比べなければいけないんですよ。本来そこと比べなければいけませんし、当初予算と比べればですね、間違いなく私が言っていることは間違いないわけでありますし、当初予算と比べれば、皆さんの時に 11.8 兆円悪化したのは間違いない事実だということを、申し上げておきたいと、思います。その上で、申し上げますとですね、その上で、申し上げますと、私が官房長官の時に、当時、日銀の総裁福井さんだった上がりの青い線の状況になっているわけであります。そこで、安倍総理にぜひお伺いしたいんですが、前もお伺いしましたが、はっきりご答弁いただけなかったような気もしますので、もう一回聞かせてください。竹中さんの時の青い線を下げた段階は、実は安倍総理が官房長官の時であり、その後この青い線をこの低い水準で維持したのは、前安倍政権の時であったんですが、その時はどういうご判断であったのかということを、今後我々が建設的な議論をするためにぜひ聞かせていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。お答えする前にちょっと先ほどの議論で、物価安定目標を定めるべきであると、こういう、中から、1月にですね、政府とそして日本銀行との間においてですね、いわば、これは合意が結ばれたわけでございます。それが大きな変化をもたらしたのは事実でありまして、つまり、私どもが先ほどご指摘されたようにですね、先ほど指摘されたように、後ろからヤジを飛ばされたですね、いや、私はどこまで行ったかわからなくなっちゃうんですよ。ですから静かにしていただく。お静かに願います。どうぞ、総理。よろしいですか。上がりの青い線の状況になっているわけであります。そこで、安倍総理にぜひお伺いしたいんですが、前もお伺いしましたが、はっきりご答弁いただけなかったような気もしますので、もう一回聞かせてください。竹中さんの時の青い線を下げた段階は、実は安倍総理が官房長官の時であり、その後この青い線をこの低い水準で維持したのは前安倍政権の時であったんですが、その時はどういうご判断であったのかということを、今後我々が建設的な議論をするためにぜひ聞かせていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。お答えする前にちょっと先ほどの議論で続いて財政収支なんですが、ちょっとおかしいなと思ってみたんですが、これは皆さんの24年度、この 22.3 兆円になってますが、これは、年金のところを 2.6 兆円を除いてるんですね。
これ本来足さなければいけないわけで、いや、しかし、あなたのグラフはこれ小さく書いてあるからね。で、ささっと早口で、おっしゃったのは私聞いてますから、そこと比べなければいけないんですよ。だから本来そこと比べなければいけませんし、当初予算と比べればですね、間違いなく私が言っていることは間違いないわけでありますし、当初予算と比べれば、皆さんの時に 11.8 兆円悪化したのは間違いない事実だということを、申し上げておきたいと。だったとさっき、私はっきり申し上げてますので、ここでね、まさしくフェアに議論させていただいているつもりなので、ぜひ総理におかれても、この平成21年度のマイナス 13.1 から差し引いての計算というのは必ずしも正確ではないということをご理解いただきたいのと、あえて私申し上げませんでしたけど、その後リーマンショックで9兆円の税収減というものもあったり、いろいろあった中で我々も努力をしてたということはご理解ください。こういう趣旨であります。それが前提でないとやはり建設的な議論ができませんので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしいですか。はい。つまり、先ほど申し上げましたように、官房長官の時にですね、日本銀行が、いわば、量的緩和を、これはやめるという判断をしたのは、事実で、ありまして、つまりあの時の、反省の上に立ってですね、今回我々は、日本銀行との間において、2% の物価安定目標を定め、そしてその後、黒田総裁が誕生して結果が出ているということになるわけでありまして、そして CPI についてもですね、生鮮食品、そしてさらにはエネルギー用に、後ろからヤジを飛ばされたとですね、いや、私はどこまで行ったかわからなくなっちゃうんですよ。ですから静かにしていただく。お静かに願います。どうぞ、総理。よろしいですか。よろしいですか。はい。つまり、先ほど申し上げましたように、官房長官の時にですね、日本銀行が、いわば、量的緩和を、これはやめるという判断をしたのは、事実で、ありまして、つまりあの時の、反省の上に立ってですね、今回我々は、日本銀行との間において、2% の物価安定目標を定め、そしてその後、黒田総裁が誕生して結果が出ているということになるわけでありまして、そして CPI についてもですね、生鮮食品、そしてさらにはエネルギーを除いてもプラスになった。つまりデフレ脱却までは言っていませんが、デフレとは言えない状況になりつつあるのは事実であろうと、このように考えているところでございます。大塚康平君。プライマリーバランスのところは、別に小さく書いたわけではなくて、2.6 兆を差し引くと私どももマイナスで思います。その上で、申し上げますとですね、私が官房長官の時に、当時、日銀の総裁福井さんだったわけでありますが、あの時に、量的緩和をやめるという判断をされました。で、あの時我々政府としてはですね、それはまだ早いということをですね、再三再四申し上げたわけでございますが、ここは日本銀行の判断で、結果としてそうなったわけでございます。そして、その時の反省からですね、いわば政府と日本銀行との間において、しっかりと物価安定目標というものを、定めると。そしてその物価安定目標というのは、やはりこれは 2% が適当であろうと。いわば今までずっと続いてきたデフレマインドを払拭する上においてはですね、これは政府、日本銀行が本気だなと思われるようなですね、これは物価安定目標を定めるべきであると。こういう中から1月にですね、政府とそして日本銀行との間においてですね、いわばこれは合意が結ばれたわけでございます。それが大きな変化をもたらしたのは事実でありまして、つまり私どもが先ほどご指摘されたようにですね、先ほど指摘されたように除いてもプラスになった。つまりデフレ脱却までは言っていませんが、デフレとは言えない状況なわけでありますが、あの時に量的緩和をやめるという判断をされました。
で、あの時、我々政府としてはですね、それまだ早いということをですね、再三再四申し上げたわけでございますが、ここは日本銀行の判断で、結果としてそうなったわけでございます。そして、その時の反省からですね、いわば政府と日本銀行との間において、しっかりと物価安定目標というものを、定めると。そしてその物価安定目標というのは、やはりこれは 2% が適当であろうと。いわば今までずっと続いてきたデフレマインドを払拭する上においてはですね、これは政府、日本銀行が本気だなと思われるようなですね、これは続き財政収支なんですが、ちょっとおかしいなと思ってみたんですが、これは皆さんの24年度、この 22.3 兆円になってますが、これは、年金のところを 2.6 兆円を除いてるんですね。これ本来足さなければいけないわけで、いや、しかし、あなたのグラフはこれ小さく書いてあるからね、で、ささっと早口で、おっしゃったのは私聞いてますから、そこと比べなければいけないんですよ。本来そこと比べなければいけませんし、当初予算と比べればですね、間違いなく私が言って